はい、それでは始めます。はい。山口さん、もしあれやったら、ちょうちんと一緒に歩いてもらっていいかな。
ての記憶はあるのは中学校に入ってからなんですけど、あ中学生の頃にはまだあんまりそういう関心がなかったの。終戦になってみんな引き上げてきてこっち帰ってきて、親父も帰ってからあ、はい。ここへ帰ったんですよね。あそれでその頃親父うちが大体東屋やっとったもんですから、先の前と密接に関わる。うちの家っていうのはじいさまの代13代ですから、13。踊り念仏が変化して、踊り念仏。仏教が入ってきた時に法事を今の新進行事みたいに、はい。法事を賑わすために、この学と舞があるんですよね。武学書って言いますか、そういうものは朝廷では雅楽料歌料になるんですが、その仏教では四大寺、4つの住吉と奈良の三寺と、大阪の住吉と、はい。この4大寺に学所があって、そこで専門に稽古して練習しとったの。で片一方の雅楽歌料でこれは公式にやってはい。ところが平安時代になって経済的に行き詰まるんですか、はい。他人数を雇ってはいけないんですから、歌どころ解散するんですね。で解散するっていうのも主なものを残さないといかんから、その人間は確保して、でいわゆる山岳とか雑学とか言って、そういういらんやつはのけていくんですね。でそこであぶれた人たちは行き場がないんですね。今まで朝廷の方で生活してきて、はい。離れてどうにもならない、たまたまその頃になると祭りが大きくなって祭礼化してきます。はい。祭りっていう時には単なる神事とそれに伴った新進行事、これは一般の人は参加していませんから、その祭礼化して初めて一般人がそれに接触するようなんですね。見物人として新鮮の御陵へですね、御陵の時に初めて一般の公開が始まる、ですから平安時代の初めです、はい。初めから中期に移行する頃です、その頃になって初めて祭礼化されて、お祭りを一般の人が見るようになるんですね。それでその頃見るようになると、お祭りが盛大になる、と片一方ではあぶれてきた芸人たちが、今のようにお祭りでこういっぱい読み上げているように芸人が出て、そこで待ってお金を稼ぐ、で生活するようになるんですね。独立した、その人たちを今度は各お祭りの時には今度はそれが面白いからって雇ってくるようになるんです人が。そういうことでだんだんいわゆる芸能っていうのは本格化するんですね。踊りっていうものが本格化していきます。その頃になると今の一方では延暦寺の中にいわゆる宗僧っていうのがあったらしい。この宗僧っていうのは何するか言ったらそういう歌や楽器をやるらしいんです。で歌っていうのは大体仏教についてきたと今でもお寺行ったら聞かれますけど、普通の歌と違うんですよね。なんかわからない難しい音曲があるんですよ。その普通の人ができんから宗僧って特別の人がおって、それを習うらしいんですが、でそういう難しいやつを一般の人でもできるようにアレンジしたのがいわゆる念仏踊りのそれにつながっていくんですね。それと今の踊りとが合体して
ね鷺の舞ができたっていうことなんですね。山口のはどういう経緯でアレンジされていったんですか？新人にしようとしてきたんですね。大体あー鷺の舞というのは新進行事です。はいですから講義に言えば新人に入りますけど、はい競技の新人には入らないんですようーね。んそれを競技の新人にしようとしてはいアレンジしてだからいわゆる鷺の舞は同様ですが念仏踊りの系統ですから、笛があり太鼓があり、鼓があるんですね。で新人に鼓ははい持っていけないですよね。うーんこれはのけなきゃいけない。あそうなんですね。そういうこうのけるんです。うん面白いことにですね、この楽器が消滅するのはもう明治の直前ですよ。それまで太鼓とはい鐘が速くなるからなんです。うん叩き金して護衛歌歌う時にこう叩く鐘がありますね。あれが念仏踊りの系統のあついてくるんですが、ねこれは速くなくなるんです。あーですけど太鼓とうん鼓はですね、明治の直前までついてくるんですよ。だからあそういった面からも純粋の新人になるのがもう最近のことなんです。ここがあるんですよね。はいこれはいわゆるここに神が下ってきたっていう行進のシンボルなんです。はだからそれを立ててはい踊るんですが、うーんその中心になるのが笠鉾なんです。で笠鉾がミスみたいに下にこう顔が見られるように下げるんです。その下に上にこう金蘭の綺麗なあれがかぶってます。下に青染めの綺麗がかかってるんです。それが向こうの表なんです。はいお家は金があるから、その上にこう綺麗に飾っちゃったんですね。あ金をは織物ですから今プロレスのそこなんです。なるほど買いを買うよと思って金がかかるんですね。だから豪華にしてしまったからっていうことですからはいお家がなくなってから13本をご承大に残してきたんですね。ですから1本減り2本減りして今3本になりました。3本になったんですよ。あと3本しかないんですねもう財力ないですから、同じように13本やったらもうとても破産して大変なことになりますね。東屋の方は代々同じお家が継がれるっていうのが基本なんですか？昔はそうでした。東屋のうちが決まってまして、はいそこではずっとです。だからうちが台湾に行ってる時も、あそこの家貸した人は東屋やってもらってたんです。そんなですからね。昔みたいに一切合切を東屋が負担するってあれじゃないですから。そうなんですね。その点は楽だと思うんですけど、だからやっぱり東屋さんで一番苦労されるのは人集めると思いますね。そうなんですね。しかも町内の人っていう限定です。とってですから難しいと思うんですな。そのことに笛から子供ですね。これが一番問題。笛だけはねやっぱり慣れた人でないといけませんし、あとはこう笠鉾持ったりとか、なんかそれは補充はできますけど、太鼓もなんとかなりますけど、笛はもうやりつけた人がないといかんから、これは困ります。だから子供を集めると、これが一番大事だと思うよね。東野製は確かにいいです。子供の時からそう馴染むから、だからリードしていけるですからね。古文書を読むことをね、練習したんですよ。どうせ文献いろいろになるんだとか、そうなると読めんじゃわからんからということで、だけどそんなにひどいとは思わなかったんですよ。なんかこうまとまったのが、どっかに誰かが書いたのがあるだろうぐらいの調子ですよね。で実際になって定年になって帰ってきて図書館行ってみるとまとまったものが一つもないんですよね。
唯一あるのがお宮から出てったパンフレットの先の前のパンフレットの死去をやらした、はい、それが唯一の由来ですよね。でそれももういわゆる山内に伝わってきてからのことしかないですから、その以前は分からないんですから、探りようがないんですよね。でまあ仕方がないからまず山口にある本にある現物を見ようと思って、で現物の古文書を見てると、こうヒントをつけて、これは一応歴史そのものを見なければどこかにヒントがあるんじゃないかっていうことか、でまずそれなら古い記録っていうので、まあ、立国書から始めてずっと読み出した、ところがこう出てきてもこう先の前とか八坂神社のお祭りとかいうことは分かっても、それが具体的などういう部分かが分からない、そうするとどうしたらその時代の誰か大江さんの日記がないかと調べて、その大江さんの日記を今度読み出したんですよ、初めからですね。そうするとある大江さんが今日は八坂神社のお祭りで撮るものがあった裏のことしか書いてないのが、ある人は詳しく何があってこれがどうだったどうだったってそれをこう引っ張り出しましてね、中には興味持った人はそれを具体的に今日はある系の歌詞田楽があったとか、で誰がどうやって誰がどうだったとか、あるいは今日は出汁が出てこんな出汁だったとか、具体的な祭日の記載もあるし、そういう時はまあもう抜く人ったいねって書きますけど、調べますけど、あとはもうがっかりする人がいます。それでもういちいちこう潰して見ていったんですけど、やっぱり全部読むけどまだもう読みたい日記もあったんですけどね、まあ大体代表的な日記、ここに図書館にあるんですけど、これは原文があればもうこれはもうみんな国宝級のものですから、だから持ち出しができません、館内で読むしかできませんから、だからしかも活字になったものしかないんですけど、それをもう朝図書館が開けるのを待っとって入って昼の宿営に帰って、で1時ぐらいからまた夕方まで読んで帰って、それはもう日課でしたね。それは調べる間っていう23年図書館に通いましたか。23年も通われたんですね。こう2冊ずつ買ってくるんですがね、で2冊ずつ書庫に石取りに行ってもらうの面倒くさい、気の毒だから2冊ずつ出してきてもらって、で2冊を全部目通したら返してまた次の2冊借りるっていうのは。じゃあその中から鷺の舞に関することをこう探されてた。いやもう初めはもう鷺の舞じゃなくて、全ての祭りをこうピックアップして、何月何日どこの祭りっていうのを書いて、で記録していって鷺の舞のところが出てきたら、そこはもう抜くにとったり、もうそこは長くなればコピーしたりね、短いのだったらもうみんな手書きしたりして、で取っていったんです。年中行事としてある設営の分は全て一応記録しました。1月1日、1月3日、4日から3月の3日、5月の5日、7月の7日、それ設営があるんです。そこで宮中で行事があって、お祭り後の、いろんな行事があるんです。その行事にこの今の舞やなんかが出てくるんです。ですからその設営を中心に選んでですね、でその前後とか、それから昔の奥江さんっていうのは何か一つの楽器をこなすのが、あれだったらしいんです。そんなで何でもない祭りでも何でもない日に親しい人が寄ってやるんですね。こう寝合わせって言いますか、
練習するんです、その時にその人呼んできて回したりね、するのがあるんです。だからこううかつにこう祭りでないからって言って省いていったらそんなのを見逃すことになりますからね、なかなかこう要領がいるんですよね。目を皿のようにして探さないと見つからないですね。何かこう関心を持つとね、やっぱり日にちの経つのも早いけど、生きがいを感じると生活が潤ってくると思うんですね。やっぱりその点は良かったと思います。親父がね、はい。昭和29年にね、はい。現在地にね、はい。あそこをね借りてね、はい。その年にねはい。洞爺だったみたいらしいんよ。はい。詐欺米ね、詐欺米何だったかな、詐欺米保持者はい。ね、見たらね詐欺米保持者って書いてあるのよね。右のもらのとかこうとか書いててね、それをなんか市からねもろっちょるんよね、はい。だからここでみんなあるはずいね、詐欺米保持者のね市からですか？市から、どこにある？人間じゃなくて、はい。家にあるわけだからね。隠しがある。そう、家に隠しが、そう、そうなんよ。だけどそこの家入ったものがどうしてもね。家に格式がある。そう。山本さんが一番初めにされたのは昭和29年なんですよね。そう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 。親父がよ、それはね。お父さんがされたのが、山本初明っていうのがね、父だけどね。はい。それから4年おき、ずっとそうそうそう、4年おきに。で、山本さんの次が津森さんなんですかね。津森さん言っとるはずよね。津森さんの次が原田さんで、そうそう。うち岡村さんに行って。この4年の周期はもうずっと守られてる。そうそう、それはずっとね。牛之助さんっていうの？岡村。存じない。よくわからない。ね、はい。それから原田さん。はい。ね、はい。今おってじゃろ？はい。そのお父さんだった。いや、お父さんの前か。お父さんの前よ。だからほいで自分があそこ行ったのがね、河村玄室っていうところ。だからつまり新左衛門って昔のね、この4軒が東屋だったわけ。格式があるから、もうそれ東屋を継いでいかねきゃと思って一生懸命やりだしたんじゃない。その時はまだね、詐欺前自体はね、宮野とか日本の人がね、そうみんな出てくれよっちゃったの。だけどの前はその4軒が接待やらするんやね。それの後始末が大変なんてね、それを聞いとったからね。ほんで野球部の優勝した打ち上げの時にね話を出したの。うちの町内でやらんかっちってからね、そしたらみんなが賛成してくれてね、長久さんとそれから松田さんにね、私習うたんやこれ。楽譜がないわね。楽譜がないんですか？楽譜がないからね、この杖のボケ頭にね、ほらよメロディーをね叩き込んでね、それはいっぺんにじゃないや教えてもらったのがね。楽譜がないんですか？楽譜がないからね。言い伝えのようなメロディーだからね。これがシャグマ。一番初めの2年間はねこれをやったんよ。それからなんていうかね、笛をね習って完全なる道の前の人たちでやろうということで。じゃあ2年ぐらい以降にかかった。そうそう。その2年間は教えてくれた松田さんと長久さんに出てもらってね。それから今度なんていうかね、八坂神社の扇のね舞台があそこでやった時ね、長久さんがねやっぱりこう心配なんじゃろうね。ねえ山さんえかったよっつってからね褒めてくれてね。ちょっとずつ変えてったってこと？そうそう、そういうことそういうこと。頭も変えたよね。あさぎの頭中のなんちゅうかね、この長いとこからね、あれうなぎかごっていうんかね、
見たことない。はいあります。長い。長い、はい、あれね、を上に立ててるんですか。ような感じ。へえ。あれじゃないけどね、あれのような感じ。あれはどこに頼むんですか。あれはね、うちが頼んだ。おさばのね、竹細工屋さんがあるんですか。お竹さばに。竹細工。そこでそれは山本さんが見つけてこられて頼まれたんですか。そうそう。それとももともと頼んで。もともとだね、初めて。初めて変えたんですか。初めて変えたんです。もうね、中がね、竹でこうね、編んであるじゃない。あれがもう古になってね、それからもう穴がポコポコ開いてね、ほんでなんていうの、紙をこう貼っていくじゃない、こんなね。ほんでね、ペコッとなるからね、それからやり替えようっちゅうんで。穴が出てるから低くなるのよね、そこだけね。それで頼んでね。草履ですか。草履が大変よ。あれはね、今頃もうね、草履を作るってところないよね。それでね。おじいちゃんがどこかでね、心配してくれちゃったのよ。草履を探すのが大変なんですか。いや、作るところが草履って売ってないじゃない。そうなんですね。だから稲かね、稲わらっちゅうんかね、ね。あれをお百姓さんだったら冬の寒い時にね。寒い時にね。それをどこかに頼んでそうそう。おじいちゃんどこで頼んじゃったのかね。大内のねお百姓さんだけど、わし名前忘れたんよ。それは何年に1回ぐらい草履って毎年ですか。だから余計いっぺんにね頼んじゃくわけよ。もう40足から50足ぐらいね。ほいで天気みたいに天気がいい時にはね、また翌年度にね使えるんよ。雨に抜いたら雨ならもう帰った時はもう型がないよね。型がない。それは後ろがべちゃべちゃなってから。ね。そうなんですか。一回限り。雨が降ったら一回限り。どんどん人口ってだんだん減ってきだしたからね。今あれよね、30軒ないよね。マンションのけてよ。そうですね。ない、もっと減ってると思います。30軒ないよね。前はね、80軒ぐらいあったよ。80軒。80軒ぐらい。裏の方とかね。合わせて全部。ずーっと道の前一角よね。一角っていうのが今の一角じゃなくてね、その当時の一角よ。あったの。じゃあ一班だけでお手伝いとは足りたってこと。足りた、十分足りた。足りた。十分足りた。それがなんかもう今前半でやるような感じですね。それ山尾さんがいらっしゃった頃はまだ一班でできました。いや、もう無理だったですか。もうね、平成16年はやったからね、あそこおったからね。ね、その時もね、あれよね、だいぶマンションがね、出てくれたからね、あれ助かったけどね。子供にしろ大人にしろね。本当にありがとうございます。もうまだちょっとお聞きしたいことが出てきたらまたお話聞かせていただいていいですかね。それは構わんですけどね。早せんとね、だんだんボケる。もうちょっと前だったらまだ覚えてることもいっぱいあったかもわからんけどね。東映さんによって日本から呼んできたり、宮野から呼んできたり、お家から呼んできたりしたらしいですよ。東屋が自分の知り合いを呼ぶっていうことなんですか。だからうちのは日本から連れてきたって言ってますよ。そうなんですね。それぞれこうあったんでしょうね。やっぱり得意なところがね。得意なするところから。だからいつだったんですかね。私が東屋ってね、そこの八坂神社へ行っとる時にですね、見物に来てた人が見て言い方したの。私子供の頃に学校やりましたですね。そうなんですね。懐かしい知ってからおりましたよ。だからね、そういう市街におってもね、やっぱりこう来てやってたらしい。町内の人っていうのはその日にお供して
あれについて歩くだけですよ、ついて歩くだけで。あとはもうやめて。だけど今の初戦になってから今のやり方は東野が町内から踊る人もそう出して、ですね。だけどその代わりお供がいなくなったですよね。はい。東野のその年に当たらんで非番の人がついていくだけで、後の人他の人はついていかないですけど、はい。昔は町内の者がついていってたらしいです。で今の形になったのはもう戦後。戦後です。戦後で。私がした時はもう今と変わりがありませんでしたけど、それ以前はだいぶ変わっていたんですね。地産でなんか話を聞くと、はい。最後のやるのに稲尾の方から人を雇ってきて、はい。お地蔵さんに泊まらせて、はい。で1週間ほどここで練習して、はい。でお嬢さんは終わって帰らしたようですね。でその費用っていうのは全部東野が持ってったらしいですね。お宮との関係もあるし、それから人を雇ってきて、はい、こう教えなきゃなとか、そういうこともあるでしょ。その他に今度当日の打ち合わせもあるし、いろいろ準備するものが提灯を用意したりとかいろいろありますからね。一番大事なことはやっぱり道具をきちっと確認することでしょうね。旅がものすごく合わんとかね、数はあったけどものすごく合わんとか、そういうことがありますから、やっぱりその年になるとやっぱり出る人に呼んできた人の足に合うように旅から用意せんといかんですからね。だから去年しまう時にきっちりしまってたから、今年はもう何にもせんでいいっていうわけにはいかないですね。安いが多いですからね、その年っていうのは。だから前の年に金出して会計を担当して、で翌年にはもうそういう金銭の除いた対外関係をやるというようなしきたりだったんだと思いますよ。例えば今年うちがやって来年岡村さんがやってたりするならば、岡村さんがその年の金を出して、でうちは去年出してるから今年は出さないで順繰りに4人で持っていったらしい。お金は前の年に出して東野の年はお金は出さずに動くだけで支給をするってそう聞いてます。この同じぐらいの子供？いや、大人だけどない。あ、そうなんだ。同じで。こっちが前。はい。これぐらい長さ。多分。特にね、これが見てた。はい、そこ前側です。中心です。ほんで、後ろ解いた。あ、解いたね。その日によってなんか紐を聞いてる。よし。と。一人で。ほんで、思って返して。4時半には来ない。これかこれ。見てもらえましょうかね、もうね、あれだ後であれしましょうか。そうですよ。もう来てもらえますかね。後がなんか大変じゃない、なんか時間何とこ。ああ、これ2時間しかないね。今もうちょっと安定しますし。いや、上島さんじゃないね。もうやめてって言ったらやめてくれんかよ、まあ。左か右肩やから。これぐらいいいですか？ここ。あ、これ。まず。
袖まくっちゃけた。そう大丈夫？これここの肩に蝶々です。肩のほとんど位置ぐらいで。蝶々結び。そうそう。久しぶりやな。久しぶり？なんで5月にやったよ。10時までやるってまたど真ん中でよかったですかね。真ん中です。これだけしか出んけどいいの。でね、あそこもう今日夏休みやろ。あ、もう夏休み何曜日かな。よいしょ。もう金曜日になったから。子供会やるじゃない、小学校の。ほんとお堂の中がね、子供でいっぱい。多かったね、人が。そりゃやっぱみんな家も積んどったし、今であんま乗れたけれども、全部家が積んどって、それぞれの家にそれぞれの人たちみんな住んじゃったわけ。で子供もみんなおったわけね。こりゃ本当今もなってるけど、その銀杏がありね、イチョウの大きな木のあれがまだもうちょっと小さかってね。それで銀杏がなっちゃ落ちるわけね。臭いっすよね、踏むから。だけど食べてみようってから何本か持って帰ってガシャガシャやったこともあるけどね。その思い出もあるけど、毎日行ったね。友達も誘いながらね、一緒に行くわけ。それしか楽しみがないんだから。それでお小遣い何本もらえとかよう覚えてるけど、何銭か何円かをもらってやね。それでそれを何に使うかっつってやね、行ってそれで食べる。それがものすごい楽しみだったわけ。それしかなかったんやけど、楽しみ。古くもの天様の祭りもあったけどね、これは1日だけじゃん。だけどこれは4日間あらね、これは楽しみでから見た友達がみんな来てやね、一緒に行こうって言うから、それでその何を買うか、これがまた楽しみでね、ほんともう何買うとか覚えてない、全然覚えてないけどね。親父が19代目でね、私が20代目になるらしいんです。うちの親父がやってた時はね、終わったら必ずうちみんな呼んでね、関係者を飲みよったよね。私のうちでやるよって、それを何回か見たことは、毎年かどうかは全然わからないけどね。親が招待して接待する。そう詳しいことはわからんけど、ひろえの奥さんが京都の公家の出の人らしいんよ。でその奥さんをなんかこう楽しませるっていうか、寂しがるから、京都の風俗をどんどん取り入れてね、その中に先の前もあったと。いわゆる八坂神社をこっちに持ってきた時に、あそこ造営した時にそういうものも一緒にみんな広代が文化的なものは全部持ってきたんだっていうようなことは言われてるように、新選組の屯所があった、壬生がもともとのそういう先の前の発祥のところらしいね。そこになんかお地蔵様があったらしいんよ。でそこが発祥だから、山口の中でお地蔵様があるところはどっかないかっていうことになって、そこのご老地蔵さんがあそこにあるよっていうことで、ならそこでやってもらおうじゃないかということになったらしい。だからあれからずっと堂の前の人たちが誰がどうやったかはさっぱりわからない。全部口伝えだから、私のうちが初めからやってたかどうかもわからない。それは知らない。NHK があちこちこう、祭典みたいなのがね、祭典っていうか、祭典のような形ね、フェスティバルっていうか、祭典があったみたいでね、その時にNHK に皆さんで行かれたらしいんです。私はもちろん行ったことも知らなかったですけどね、その時に東大の教授って覚えてるんですけどね、それがどなたかって名前知りません、が、この先の前絶対この形でずっと残してほしいと、今の形が一番最高だと、だからこの形を崩すとかなんとかそういうことじゃなくても、この形をそのまま残してほしいと、そういう話をされたっていうんです。先の前については少し同型があったんだろうとは思うんですけどね。でそのことを親父が私に
まあ口癖みたいな感じでね、この形絶対残さなきゃいけんっていうようなことを皆さんの頭に残ってる記憶で全てことは進んでると思う。記憶で伝承してる。だからその、今までずっとそのなんとか続けてきたのは、やっぱり4軒の洞爺の制度っていうかな、洞爺の人たちの努力によって続けてこられたんじゃないかと思う。つもりさんのお話聞いたんですけど、20代目だそうで、つもりさんが。じゃあ最初からされてたんですかね。つもりさんは、つもりっていうのはもともと大阪の神主なんで、そうかもしれん。つもりっていうのはなにわずのつやからね。大阪の神主。住吉神社っていう。住吉神社。そこの神主です。これより他にね、まだね、ある。もう助監には。これは助監に行ったらいいんですか。そう。わかりました。だからこの祇園由来記っていうのと、山内祇園ご祭礼の覚え抜き書きっていうのとね、でこれは誰とかの写したと書かせてたの。これ右は横や記録の写し抜き出しって書いてたね。だからこの元は別にあったんじゃないけど、それをまた写したっていうことでね。これね、おうちの中石に出てくるんですよ。だからそれを読めなきゃちょっと読み下してもらって、これがちょっと詐欺だね。それでなんだかかんだかっていろいろ詐欺の前の関係資料っていうのはここに書いてあるでしょ。これが文殊館にあるわけよ。これね、原本は大内つもりし所蔵という現在不明となったみたいに書いてある。だからこれは現在図書館所蔵でしょ。これも図書館所蔵でしょ。詐欺の前のことを書いた本があればね、その一冊を読めば済みますよね。そういう本がないから結局奥さんの日記とかそういうものを読んでいくわけですよ。あるいはお寺の文書でやっぱり日記的な記録がありますから、それをずっと読んでいって、お嬢さんにあるところ、関係のあるところはピックアップしていくわけです。1月1日からずっと見ていって、いるとこはここはずっと書いて、だから行くんですから、もうこんなにあったって本当にピックアップしてあったところノートになったのが4、5枚しかあるんですよね。4、5ページしか。記録を読めば昔の記録ですから筆で書いた記録に違いないです。だから古文書を知っとかないけんと思ったんですけど、案外昔のもののやつはですね、国語になってますのが多いんですよ。だから活字になったものを見るようになりまして、だから結局記事のもので読んだのは少ないです。山口のお客様の記録のこれぐらいのやつ本があるんですが、それなんか原文でやりました。筆の書いたやつでね、筆で書いて。やっぱりその方が面白いですよ、見とって。例えばね、そこのお嬢さんの筋あるでしょ、土手が政治が、上に上がってみたとかね、ああいう記録があるんですよ。やっぱり昔の筆で書いた記録、そんなのが福山城の記載ですか。そんなのね、やっぱね、活字で見るより筆の字で見た方が迫力が違う。面白いから飲めるわけ。飲めるからね。そうですよね。築山の上に登って祇園祭を見学してはいけないっていうお触れは1492年にお達しが出まして、これは有名な、大内氏壁書きっていう文国法っていうものに記されてまして、でわざわざそういう今でいう法律を出してまで
祭りの見物を制限するっていうことはそれほどの盛大な大勢の人が押し寄せたっていうことなんです。見物だけのために九州などからも人が集まったと。当時はそんな今と違いまして簡単に他県に旅行はできませんから手形とかそのために国を出るためには必要なんですけど、それをもらってまで見物に来るっていうそれぐらい盛大なものだったそうです。旧暦では、6月7日から14日までの期間だったんです。明治42年まで食べ物が傷んで、食中毒を起こしやすくなったり、それから夏の暑さで体力が奪われたり、人の、体調が体の機能が低下していくっていう時期、お祭りっていうのは多くの人が携わって準備したり、関係しますので、一つのことにお祭りに熱中することで、気力を高揚させるっていうことなんですよね。そこから疫病よけのお祭りっていうふうに、氏神様なんかっていうのは稲作に関わったお祭りが多いので、豊作を祈願するとか五穀豊穣とかっていうのなんですけど、八坂神社に関しては人の、ですので健康を気遣ったお祭り、そういう優しいお祭りなんですよね。でそのことを、おみこしですとか鷺の舞ですとか、お囃子とか、そういういろんな形で伝えてきたということです。ですので昔の人が一番言いたかったことは、健康に配慮する、体に気をつけなさいよっていうことなんですよね。印国案ってありますね。あそこが絵師の指名書だったらしい。だから印国家の当番がたまたま堂の前に住んでったから。雲国東庵が住んでたんですか、堂の前に。堂の前に住んでって、この羽を渡したって書いてありますよね。箱書きがありますけど、確かだと思うんですよ。箱書きですか。箱のはいはい。蓋の裏にね、はい。下書いてあったんですから、サインが。山口さんはもともとこちらの堂の前町にずっといらっしゃったんですか。私はね、子供のちょうどそれこそ小学6年の時に九州の方からこっち変わってきたんです。それからのずっと共有して、まあこっちの方も長いですけどね。そして大戸の小学校にちょっと入って、それから大戸の中学に入ってして、それでまあ自分のうちの家業をついてですね、ずっとやってたんです。でその時にずっとやってて、まあ笛を吹かないかということで、この笛を最初私が吹き出してます。それから山本さんっていうのですね。そしてその年にもう平成の16年ぐらいかな、確か16年ぐらいと思います。この岡野さんのおじいちゃんがね、会長さんやってたのは、私が具合が悪いから僕にどうでもやってくれんかって言われて、で僕も初めはどうしようかなと思ったんだけど、やっぱね、自分がここに住んでる以上はね、まあ、とにかく役に立たなきゃいけないかなと思って、まあそれで受けましょうっていうんで、私が会長を受けて、それが今に至ってるんですけどね。だからまあ私はね、鷺の前のその会長をやってますけども、まあ一番苦労されてない人のいつも言うんですけど、ここのおじいちゃんですね、岡村さんがもう勉強家でですね、何回もなんですか、京都の方行って調べて、資料を調べてですね、でいろんなとこへ働かれて、衣装をこしらえてもらったりですね、いろんなことを随分おじいちゃんが
やられています。だから私はあんまり会長になってから自分が何かしてその医者なんかでも作らなきゃいけんっていうことはあんまりないですね。おかげさまで。ただ羽を作ったけどね。衣装なんかも手作りというか作られてるんです。衣装はですね、なんか京都の方へ行ったんですね。詳しいことはちょっとなんですけども、大体羽織袴とかいうそれからみんなが着る衣装ですね。それはやっぱり京都で作ったものらしいです。それで麻でできてるから、高価なものですね。でもう昔のそれこそ室町時代からの衣装があったんですよ。まあ今でもありますけどね。そこへ古いのがあります。もうちょっとこう破けてみんな入れてもね破けてなしとったから岡本さんがなして働かれていろんなところへ行かれてですね、この援助してもらって、まあなして作られてたんです。だから今衣装があるの全部もう作り変えてあるんですけどね。だからもうここの太鼓なんかでも道具でもみんな作ってもらったんです。
暑かった。お疲れ様でした。もちもち。汗びっしょりだけや。もう40超えたら俺前遠かったね。大変だったね。